てかなんか、マニュアルの梱包がこんな丁寧なのすごい。このご立派な袋、しかもほら、オリジナル袋です。いきなりおもてなしの精神感おじた。もてなしが半端ない。だってさ、このスーってこう開くところにすら持ち手がついてる。ジップが開けやすい。スーって。日本語だー。こちらは、なんと、新しいバッテリーね。容量なんと、1個で300アンペアeach。これ2個あるんだけど。が2個。で、合計600アンペアeach。今俺らが使ってるキャラバンのサブバッテリーは、トータル200アンペアeachなんだけど、それが3倍になる。さらにパワー使うことで。パワーアップ。そんでさ、そのパワーアップする理由は、夏の車中泊を攻略するには、エアコンが必要ってことになって。夏も終わろうというのに。そう。9月もやっぱ暑い日は暑いけん。な。そのエアコンが結構電気使いそうだったから、今のまま200アンペアeachだと多分足りねえから。そうだね。ちょうどそのタイミングでレビューの依頼をいただいていたこのアンペアタイムさん、バッテリーお願いすることにしました。それで到着したのがこれ。俺ね、これ本当に結構期待してるんだよ。初心者。ちなみに今言っちゃうと、ちょっと今日ショック受けたことがあって。何？ここのホームページ見てたら、これじゃなくてさらに新製品が出てた。もうちょっとかっこいいバッテリーが。そうそうそう。だけどそれはこっちの方がちょっとショックだった。それ使ってみたかったなーって。本当はそれが良かった。でもさ、そのスペックとしてはこちらの方がでかい。容量はでかい。容量はでかい。容量をさ、でかくするのが目的だから、これでやっぱいいんじゃないの？いい。わー。まあバッテリーはやっぱりでかいよね。マジか。これマジでかいね。これ1個で300アンペアeachで、重さが30キロ弱ある。重いんすよ。まあ仕方ないことだな。だからちょっと今回、この重さのバランスも考えて、今まで一番左の端っこにバッテリーの場所を確保してたけど、それも変えようと思ってます。意外と持てる。マジ？この紐がいい仕事してるもん。重いんだけど、ここ紐がね、ついててね、これで持ちやすいっすね。これ持ちやすいね。一回うんこ持ってる。持ってる。でもここギリ持ってたね。暑くね、ちょっと。ちょっと暑いかな。やっぱあれだね。クーラーだね。9月でもまだ、まだ9月入ってねえか。入ってない。今日何日ちなみに。28かな。28か。これが300アンペアeachで。300アンペアeach。でかい。でかいね。でかいです。200アンペアとか100アンペアとか、あと400アンペアeachもある。もちろんそれによって重さは全然違うんだけど、意外と容量変わっても大きさがそこまで変わんないの。アンペアタイムの。だから重さを許容できるなら、400アンペアeachにした方がいいっていう考えもある。容量がでかくなるけど、大きさが多分数センチぐらいしか大きくならないから。ただ重さがやっぱり容量に比例して重くなるから、まあ300アンペアeach2個で60キロでいいかなって思った次第です。まあ600アンペアeachあれば、多分12ボルトエアコン、わかんない。検証しないとわかんないけど、一晩ぐらい動かせんじゃねえかなって思って。ちょっとそれはなんか楽しみだね。検証が。ちなみに、ポータブルクーラーの感激くんってあるじゃん。あれをこの今の200アンペアeachのバッテリーの状態で去年使ってみて、一晩持たなかった。持たなかったね。ヒューンって言って切れる。そう。朝方切れたんだっけ ?300 ワットぐらい使ってたのかな常に。300ワット常に使って、一晩持たない。12ボルトクーラー今つけてるやつって、多分700から900ワットぐらいは使うの。すげえな。3倍使うとしたら、容量3倍だと足りねえのか。一晩使うには。一晩は無理か。でも一晩どうせつけっぱとかしないっしょ。一晩つけっぱはちょっとやりすぎじゃない？空間が結構狭いから、FF ヒーターとかでもそうだけど、すぐ温度って変わるんだよね。とりあえず、これで12ボルトクーラーを使えるでしょっていう想定で、この容量にしました。こんな感じになる。
かなり荷室のスペースは圧迫されるけど、ここにカバーつけて上に荷物まだ乗せれるようにしないとね、でかつメンテナンスもしやすいようにこの上の端子のところを蓋取り外せるようにしたりとか、そういう感じにしたい。ポジショニングは結構ど真ん中でいいかも。うん、幅50センチ弱か。48。バッテリーが横に並んで、その横にさらにサップが収まるから許容範囲ですね。これサップ乗らないとかなったらちょっと論外だけど、上から見るとこんな感じ。はい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 。でここにバッテリーがあって、今のこの走行充電のターミナルとかはそのままここに残して、充電器もあそこにそのまま残す。バッテリーだけ、あくまでバッテリーだけ移動する感じ。ケーブルとかはこの壁に穴開けて充電器側に持っていくと。で今回ついでにこのインバーターもここちょっと邪魔だから、この配線スペースに移そうと思って、インバーターここに移せばさ、そうここに穴開けてコンセントここからアクセスできるようにすれば完璧じゃね。13.17V、 こっちは 13.17V、 同じ電圧なんで一旦そのまま並列につないでしまう。うお、いい感じ。でメンテナンスができるようにしてやると完璧っすね。さすがうまい。荷室が狭くなったけどいいでしょう。ここはでも外からも手が伸ばしづらくて結構デッドスペースだったからちょうどよかったよ。でその代わりにここが空いたからなんか有効活用できれば。使える分むしろで、ここの端子がむき出しだから、この
ビニールテープでカバーしたんで